無能先輩がオンコール対応を全部俺に押し付けた結果、新人は夜中も頑張れよ。247件の対応ログ見る？これはオンコール対応をサボり続けた先輩がアラートログで完全論破された話である。俺は27歳の SRE エンジニア、中堅のウェブ企業でサービスの監視と運用をしている。 SRE チームは俺と30歳の先輩の二人体制。オンコール当番は1週間交代で回す予定だった。でも現実は全然違った。どういうこと？入社3ヶ月目のある日、先輩に呼ばれた。おい、イッチ、今週のオンコール変わってくれ。でも先輩の当番週ですよね。お前、まだ新人だろ？新人は夜中も頑張って勉強するもんだ。俺も昔はそうやって成長したんだからさ。でもオンコールって結構大変ですし。ああ、お前、先輩の頼みを断るわけ？いいえ、わかりました。よし、よろしく頼むわ。これはひどい。パワハラじゃん。そしてその日の夜中2時37分、レージャーデューティーからアラートが。本番環境の API サーバーがダウンしています。やばい、緊急対応しないと。すぐに PC を起動して対応を始めた。原因はメモリリークだった。サーバーを再起動して一時対応完了。時刻は午前3時52分。1時間以上かかった。スラックに対応完了を報告してまた寝ようとした。お疲れ様。また午前4時12分。またアラート。今度はデータベースの接続エラー。また対応を始める。対応完了したのは午前5時17分。もう朝だ。ほとんど寝てない。これはつらい。翌朝、ほぼ徹夜状態で出社した。目の下にはクマ、頭もぼーっとしてる。お、イッチ、昨日はお疲れ。先輩、昨夜のアラートご存知ですか？ああ、スラック見たよ。よく頑張ったな。俺が言った通りだろう。勉強になっただろう。見てただけかよ。じゃあ来週も頼むわ。来週もですか？当たり前だろ。新人のうちが勝負だぞ。完全にサボってるじゃん。先輩失格だわ。結局先輩配置どもオンコール対応をしなかった。この2週間で俺が対応したアラートは47件。そのうち深夜2時から5時の対応が23件。慢性的な睡眠不足で体調がやばい。彼女から電話だ。ね、最近全然会えないんだけど。ごめん、仕事が忙しくて。会えたとしてもずっと寝てるし、私たちこのままでいいのかな。少し距離を置こうか。待って、電話は切れていた。これは辛すぎる。一致頑張れ。それでも俺は毎日出社していた。深夜対応で眠い目をこすりながら。おい、イッチ、また寝不足か？社会人としての自己管理ができてないんじゃないか？お前のせいだろ。先輩最低すぎる。ある日、先輩が新人に教育をしていた。俺は新人の頃から深夜対応をバリバリこなしてきた。お前たちもしっかり頑張れよ。はあ？全部俺がやってるんだけど。嘘つくな。さらに別の日、先輩が上司に報告していた。昨夜も深夜3時障害対応してました。おう、ご苦労様。さすがだね。俺が対応したんだけど。イッチくんも一緒にやったのか。ああ、ちょっと手伝ってもらいました。ちょっとじゃない。全部俺が対応したんだ。イッチくん、先輩に対してその態度は良くないぞ。すみません。上司も腐ってる。これはひどすぎる。俺の心は日に日にすり減っていった。このまま続けていたら体も心も壊れてしまう。でもなんとかしなければ。頑張れイッチ。あれから3ヶ月が経った。先輩は結局一度もオンコール対応をしなかった。すべてのアラート対応は俺がやっていた。毎日のように深夜2時、3時にアラートで起こされ、まともに寝た記憶がない。3ヶ月も。そして四半期評価面談の日が来た。イッチくん、評価について話そう。はい。今期の君の評価は C 評価だ。C 評価ですか？
オンコール対応に時間を取られすぎている。本来のプロジェクト業務がおろそかになっている。でもそれは先輩がオンコール対応をしないから。高橋先輩もちゃんと対応していると報告を受けているが、そんなはずは。業務配分ができないのは問題だ。来期も改善が見られなければ降格もあり得る。降格？はあ、これおかしいだろ。先輩が嘘ついてるのか。面談後、先輩を問い詰めた。先輩、上司になんて報告したんですか？うん、ちゃんとオンコール対応してるって報告したよ。嘘でしょ。先輩配置度も対応してないじゃないですか。はあ、お前が勝手にやってるだけだろ。俺もちゃんと対応してるよ。お前が目立ちたがりでアピールしてるだけじゃん。ふざけるな。なんだその態度は。先輩に対して評価悪かったからって八つ当たりするなよ。クズすぎる。許せない。その日の夜、ボーナス明細が届いた。前回の半分以下、40万円も減ってる。これじゃ生活が。彼女ともあれから連絡が取れていない。仕事も評価されず、プライベートもボロボロ。もう限界だった。翌日、同僚に相談してみた。実は先輩がオンコール対応を全部押し付けてきて。それは大変だね。でも俺は関わりたくないかな。高橋先輩結構怖いし、君が勝手にやってるって話も聞いてるし。そんな、誰も信じてくれない。完全に孤立していた。味方がいない。これはひどすぎる。その夜、俺は決意した。このままでは終われない。証拠を集めて真実を証明してやる。来た。イッチ頑張れ。まずページャーデューティーにアクセス。過去3ヶ月間のアラート対応履歴を全て抽出した。データをエクセルで集計していく。これは90日間で俺が対応したアラート247件。そして先輩が対応したのはたったの3件。3件。247対3って草。しかも先輩が対応した3件は全て昼間の軽微なアラート。対応時間も平均5分程度。一方、俺が対応した247件のうち深夜2時から5時の対応が127件。平均対応時間は47分。さらに詳しく見ていくと、先輩の当晩秋でのアラート発生件数は118件。そのうち先輩が対応したのはたった3件。残りの115件は全て俺にエスカレーション。ファー。自分の当番なのに全部押し付けてるやんけ。次にスラックの履歴を調べた。先輩が対応しますと言った直後、 DM でごめん、やっぱり頼むとエスカレーションしてくる。このパターンが32回も繰り返されていた。クズすぎる。さらに Git のコミットログもチェックした。俺が深夜に対応した障害の修正コミット。それを翌朝、先輩が自分の名前でプルリクエストしている。俺のコミットをチェリーピックして自分の手柄にしていた。マジで最低。手柄泥棒やんけ。そして決定的な証拠を見つけた。先輩の SNS アカウント。自分の当番日の深夜に居酒屋で飲んでる写真を投稿。位置情報付きで今日も飲むぞ。で、その時間、ページャーデューティーにクリティカルアラートが3件発生。全部俺がエスカレーションを受けて対応していた。差がありすぎだろ。完全に証拠揃ってて草。次にスラックの対応履歴を確認。深夜対応の報告は全て俺のアカウントから。タイムスタンプも全て記録されている。さらに Git のコミットログも確認。障害対応でのコード修正は全て俺のコミット。コミット時刻も全て深夜帯。証拠が揃ってきた。そしてさらに調べていると、先輩の Twitter アカウントを発見。これは先月の23日午前2時47分に俺が対応してた時、先輩は位置情報付きで居酒屋の写真を投稿してる。今日も飲み会最高だって。最低すぎる。自爆してて草。他にも同様のパターンが15件以上。全てスクショして保存。そしてもう一つ重要な証拠を発見。オンコール手当の支給記録を確認すると、先輩は3ヶ月で30万円の手当を満額受給。一方、俺には一切支給されていなかった。これ完全に不正だろ。横領じゃん。全
全ての証拠を整理して100ページ超の資料を作成した。ページャーデューティーログ、スラック履歴、ゴッドコミット、 SNS 投稿、そして不正受給の証拠、すべて改ざん不可能な客観的データだ。翌日、労働基準監督署に相談に行った。これは明らかな労働基準法違反ですね。すぐに会社に立ち入り調査を行います。さらに社長と人事部長に直接メールを送った。店名、オンコール対応の不正と労働基準法違反について全ての証拠資料を添付して送信。これ測ったな。完璧な準備だ。そして翌日、社長から返信が来た。明日9時、緊急役員会議を開催します。労働基準監督署の担当者も同席します。いよいよだ。どうなる？緊急役員会議が開催された。社長、役員、人事部長、そして労働基準監督署の担当者、そして先輩と上司も呼ばれていた。何の会議ですか？高橋君、いち君から重大な告発がありました。では、証拠を提示します。まず、レージャーデューティーのアラート対応履歴です。過去3ヶ月間で私が対応したアラートは247件。一方、高橋先輩が対応したのはたったの3件。247対3。それはさらに、先輩が対応した3件は全て昼間の軽微なアラート。平均対応時間5分です。私の247件の227件は深夜2時から5時の対応。平均対応時間47分です。次に、スラックの対応履歴とタイムスタンプ、そして Git のコミットログ、すべて改ざん不可能なシステムログです。証拠が完璧すぎる。さらに、こちらをご覧ください。高橋先輩の SNS 投稿です。私が深夜2時47分に対応していた時、先輩は位置情報付きで居酒屋にいました。同様のケースが15件以上あります。高橋君、これは一体どういうことだ？それは僕の日だったので。この日は先輩のオンコール当番でした。レージャーデューティーのネット表に記録されています。積んだ。そして最後に最も重大な問題です。高橋先輩は3ヶ月で30万円のオンコール手当を満額受給。一方、実際に対応していた私には一切支給されていません。これは不正受給です。労働基準法第24条違反に該当します。違います。ウィッチが勝手にやってただけで。先輩は私に代わってくれと依頼しています。それを証明するスラックの DM も保存しています。証拠は十分だ。高橋君、何か言うことは？申し訳ございません。ざまあ。完全敗北。高橋君、君は懲戒解雇とします。不正受給した30万円は全額返還。さらに、いち君への未払い残業代100万円を払うこと。そして慰謝料50万円を払うこと。180万円。そんな。労働基準法違反として会社にも罰金が課されます。そして管理責任者の山田課長、管理監督責任を負い、降格処分とします。申し訳ございません。そしていち君を課長代理に昇進させます。さらに特別ボーナスの50万円を支給します。おめでとう。すごい。そしてオンコール改正の改革プロジェクトを君に任せたい。はい、全力で取り組みます。これは公平なオンコールローテーション制度を導入した。対応した分は必ず手当が支給される仕組みに、全社のオンコール負荷を 30% 削減することに成功。素晴らしい。そして彼女にも連絡を取った。全ての状況を説明して謝罪した。そんなことがあったんだ。頑張ったね。もう一度やり直そう。ありがとう。そして半年後、プロポーズして OK をもらった。おめでとう。幸せになれよ。最後まで呼んでくれてありがとう。証拠は全て記録に残るから、おかしいと思ったら証拠を集めて戦うことが大切だと思う。虫をつ。良いはなしだった。スカッとしたわ。また良い話聞かせてな。